こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 縛りプレイを始めるぞ。前回はなんか人が出てきましたね。見事に出てきただけだったがな。一回戦闘したら帰るって、出落ち感すごい。はい、それでは今回のインターミッションです。ついに、ガンタンクのキャノンフル改造ですか。ついにっていうほど時間かかってないけどな。まあでも、これでしばらくの間火力は十分あるだろう。波乱財閥とかいう、スパロボ限定のなんでもや。旧シリーズスパロボでは珍しい原作再現だな。最近ではスパロボといえば原作再現って感じだけど、旧シリーズはそういうの全然なかったからな。どちらかというと、旧シリーズは版権作品を出してオリジナル展開をさせていくって方向性だよな。まあどちらの方が良かったのかはわからないけど、私としては、原作再現で知らない作品を知れるのもいいが、オリジナル要素もりもりの旧シリーズの方が好きではあるな。原作再現詰め込みすぎると、スパロボである必要性がだんだん薄れてきてしまうところはあるからな。まあ、スパロボ F はもともとエヴァを出すためにサターンで作られた、っていう経緯もあったりするくらいだから、原作再現多めなのはわからないでもないよ。それでお誕生日イベントとか、もろもろのところでエヴァキャラが多く出てくるのか。どこまで意図して行われているのかは知らないけどな。無理だよそんなの。聞いたこともないのにできるわけないよ。急に喋り出してびっくりしたぞ。スパロボ F はたまにこうやってボイス付きのセリフがあるからな。まあそれが楽しみの一つなんだが、原作再現多くなってくると増えてくる印象はあるな。確かにな。PS2 とか PS3 のスパロボなんかは、すごい多かったイメージがあるな。なお、PS4 のスパロボは未だに未クリアの模様。おい、言うんじゃない。スパロボ V やってたらちょっと飽きたから、たまたま始めたスパロボ F が面白かったんだ。簡単すぎるのも考えものよね。ここまでバランスの悪いスパロボを求めるのは一部の変人だけだがな。お前とかな。逃げちゃダメだ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 。ねえセリフ、いただきました。最近のシンジ君はもう全然逃げなくなったよな。というわけで当倍速でお送りしました。ほんとエヴァ好きだな。はい、というわけで長らくイベントを見ましたが本編スタートです。本当はエヴァめっちゃ使いたいけど、一応今回はシンクロ率を固有特殊技能と考えて、縛り対象としています。反撃してたけど、いいのか？シンジ君がやられないと話が進まないからな。ここは多めに見てくれ。これ
もう一発食らったらやられますね。下手に防御とか回避とかして、時間かかってもしょうがないからな。ここはもうこっちから攻撃して、さっさとシナリオを進めるぞ。これで。やられた。そんな。初号機が暴走したな。勝ったな。ちなみに暴走初号機は操作不可能だ。これはまた PS 版とは違った恐怖感があるな。PS 版のは走るカットインがあるのがいいよな。はい、エヴァのイベントが終わり、ロンドベルとポセイダル軍が登場です。またギャブレイか。しつこいな。このステージでは、敵が5体以下になると全部撤退してしまうので、6体ギリギリのところでギャブレイを倒しに行くぞ。発射は近くにいたから、先に片付けられるな。しっかり気力を上げてからギャブレイと戦えるので、ラバを中心に気力を上げていきたいところだ。当たれよ。なんとやる。うかつな。そうやるじゃねえか。ダバさんにかかれば、発射程度は余裕なもんですね。だいぶダバさんが強くなってきたからな。まだパワーランチャーのフル改造も済ませてないから、今後が楽しみです。ガンタンクに資金使ってたからな。あれは戦力補充に必要なことだったと、何度言えば。なんかもう、ポセイダル兵がかわいそうになってきたぞ。減らしに使えなくなるから、これはこれで不便な面も見えてきそうではある。おら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 。まだだ。もらった。うわっやばいぜこいつはよ。おお、だいぶいい感じに誰でも倒せそうな体力まで削れたな。いい仕事しますね浦木さん。ギャブレイもだいぶ近づいてきてるから、気をつけないといけないな。特に、ギャブレイが建物の上に乗ることだけは、何としても阻止する必要がある。防御回避に補正乗られたらたまったもんじゃないですからね。いけー。うわーしまった。てっきり、アムで幸運かけて倒すのかと思ってた。そうしようかとも思ったんだがな。せっかく努力も覚えたし、ここは裏木のレベルを上げておこうと思ってな。まあ、幸運で倒してもそもそもバッシュがそこまで資金多いわけではないし、別にいいかと。
2000ぐらい増えるだけだしな。せない。なんと何、どこから攻撃してきた。だいぶ無茶のある命中率でしたね。とりあえず撃っておこうの精神。さすがに 20% 台は厳しそうな気はしますけどね。まあ、他にすることなかっただけだから、特に問題はないな。敵数もだいぶ減ってきてますね。さっきちらっと見たら、グライアのポセイダル兵より、アローンのポセイダル兵の方がレベルが高かったから、できればそっちを優先して倒したいんだよな。ギャブレイの邪魔がひどくなければ、そうしたいところですね。なんかすごいところに突っ込んできたなこの人。まあ都市部を抜けてくれたから、よしとしよう。この位置なら囲むこともできるし、とりあえず配置に関してはクリアかな。よし、数も減らしたので、残りはギャブレイだけだ。また微妙な命中率ですね。エルガイムの運動性ももう少し改造しておく必要がありそうだな。なんのまだまだ。どうだ。なんとやる。すごい威力が出ましたね。さすがは熱血といったところか。当たってよかった。ラバ以外はギャブレイと戦うのは無理だろうから、変に動かれないようにギャブレイを囲むのに使おう。さっきの感じだと、もうあと1発か2発でギャブレイさんも倒せそうですしね。そんな回数なんて必要ないさ。私には熱血がある。見るたびに 80% という命中率に不安しかない。100% 以外は 0% と同じとは、よく言ったものだな。何、そんなバカな。無事に当たったぜ。よかったな。というわけでレッシーさんは無事に忍び込んだようです。こっちとしては無事ではないがな。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。